今日はタコライスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、タコライスを作っていきたいと思います。材料、味付けもね、とても手軽なもので作っていきたいと思います。隠し味などもね、ご紹介していきます。作り方はね、もうひき肉を炒めて、あとはトッピングするだけなのですごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにタコライスのひき肉部分の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚と牛の合いびき肉、玉ねぎ、にんにく、ケチャップ、お醤油、ウスターソース、味噌、カレー粉、オリーブオイル、こちらの材料で作っていきます。まずニンニクに関しましては、今回生のニンニクを使っていきます。こちらチューブタイプで代用していただいても OK です。そしてあと味付けのポイントです。味付けのポイントはお味噌ですね。少しお味噌を加えることでコクが出てとても美味しい仕上がりになります。カレー粉に関しましては、こちらはお好みで入れてみてください。もしない場合はね、省いていただいても OK です。ただね、カレー粉を入れていただくと風味も出て美味しくなるので、ぜひ入れてみてください。続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。レタス、アボカド、トマト、トルティーヤチップス、ご飯、こちらの材料を使って作っていきます。こちらはね、主にトッピングですので、お好みでね、やってみてください。あとここにチーズなどをね、乗せていただいても美味しいと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずね、トッピングの準備をしていきたいと思います。最初にトマトですね。こちらはヘタを切り落とします。そしてまず半分に切って、また半分に切ります。こちらも半分に切ってください。さらにね、こちらを半分に切って、そしてこちら縦半分に切ったら、あとはくるっと回転させて1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。こんな感じです。このように切ってください。だいたい1センチ角ぐらいになるように切ってみてください。切り方はね、お好みの切り方で切っていただいて OK です。トマトはね、このように切っておきましょう。それでは続いてアボカドです。こちらはまず半分に切ります。そして皮を剥いてください。ピリッと半分に切ってからやっていただくと簡単にね、皮が剥けます。ちょっと黒っぽくなってるヘタの部分は切り落としましょう。そしてこちらを半分に切って残りも半分に切ります。あとはこちらも同じようにだいたい1センチ幅ぐらいで切っておきましょう。アボカドに関しましては、こちら時間が経つとね、どんどん変色してしまいますので、使う直前か、もしくはね、このように切ったらお酢をね、少し絡めてみてください。そうすることで変色しにくくなります。それでは続いてレタスですね。こちらは手で適当にちぎっておきましょう。こちら水洗いしてね、水を切ったものを使用してください。食べやすい大きさぐらいにちぎっていただくといいかなと思います。今回普通のレタスですが、サニーレタスとかね、そういったものでも OK です。レタスはこのように準備しておいてください。続いてトルティーヤチップスです。こちらは適当に手でね、砕いてください。あんまりね、細かくしなくてもいいかなと思います。ざっくり砕くぐらいですね。こんな感じでね、食べやすい感じにね、砕いてみてください。では続いてひき肉のね、玉ねぎを切っていきます。こちらはね、みじん切りにしましょう。やりやすい方法でみじん切りにしてください。では切っていきます。玉ねぎはね、このようにみじん切りにしてください。それでは続いてにんにくをみじん切りにします。まず半分に切って、そしてにんにくの芽をね、取り除いてください。こちらは焦げやすかったり、あとはえぐみの原因になるので必ずね、取り除きましょう。そしたらこちらのにんにくもみじん切りにしていきます。にんにくはこれで OK です。それでは続いてね、味付けの調味料を合わせておきます。まず最初にケチャップ、そしてお醤油、ウスターソース、あとは味噌。味噌はね、今回ね、だし入りの合わせ味噌を使ってます。こちらね、一番ベーシックなね、合わせ味噌を使っていただくのがいいかなと思います。そしたら続いてここにカレーパウダーです。これでよく混ぜましょう。味噌がね、ダマにならないようにしっかりね、混ぜておいてください。このようにしっかり混ざれば OK です。
それではひき肉を炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。そしてここにニンニクを入れます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。このままね、ニンニクの香りが出てくるまで一度加熱してください。このようにじゅわじゅわっとして香りが出てくれば OK です。そしたらまずはじめにひき肉を入れます。そして全体に広げましょう。ニンニクもね、ちょっとこんな感じで混ぜてください。一度ざっと混ぜてからフライパン全体に広げます。少しね、こうお肉を焼き付けてください。そうすることで香ばしさが出るのと、あとはね、お肉もゴロッとした食感になってとてもね、美味しい仕上がりになります。こんな感じで押さえつけて焼いてみてください。このままね、少し焼き色がつくまで焼いていきます。はい、でちょっと焼き色がついたら裏返してください。軽くつくぐらいで OK です。そして裏返したらここに玉ねぎを加えます。そして一緒に炒めていきましょう。お肉はね、こうやって混ぜてる間に少しずつね、ほぐれてくので、無理にね、こうやってほぐしたりしなくても大丈夫です。火加減はね、ずっと中火で OK です。これでお肉と玉ねぎに火が通るまで炒めていきます。はい、OK です。今トータルでね、だいたい2分半ぐらい炒めた状態です。そしたらここにね、合わせておいた調味料を回しかけてください。そして炒めます。よく混ぜてね、炒めてください。だいたい1分から2分ぐらいですね、しっかりめに炒めてください。そうすることでね、旨味もアップして美味しい仕上がりになります。はい、このように全体がしっかりなじめば OK です。こんな感じでね、美味しそうに仕上がってます。それでは盛り付けていきます。まずね、お皿にご飯をのせてください。この空いた部分にね、まずレタスを入れます。そしたらこの手前の方にこちらひき肉をのせてください。今回ね、2人分になります。こんな感じでたっぷりのせてください。そしたら続いてここにアボカドですね。続いてトマトをのせます。そして最後にトルティーヤチップスを適当にね、散らしてください。こんな感じです。このように美味しそうに仕上がりました。盛り付けはね、お好みでやってみてください。はい、これでタコライスの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。トッピングはね、お好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうですね。では、いただきます。すんごく美味しいです。本当にお店で出てくるような味に仕上がってます。ひき肉がね、すごく味わい深い仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のタコライスのポイントです。まずですね、味付けのポイントなんですが、今回ね、味噌を加えてます。お味噌を少し加えていただくことで味わいにコクが出てとても美味しい仕上がりになります。今回私はですね、だし入りの合わせ味噌を使ってます。おすすめはね、一番ベーシックな合わせ味噌がいいかなと思います。白味噌はね、ちょっと甘さが強くなるので、ちょっと甘めにしたい場合はね、白味噌を使っていただいてもいいかなと思います。そしてこの味付けの調味料に関しましては、あらかじめね、しっかり混ぜておくようにしてください。特にお味噌に関しましては塊になりやすいので、ダマにならないようにしっかり混ぜておいてください。そしてひき肉を炒める時のポイントです。ひき肉を炒める時はですね、まずニンニクと合わせて、そしてフライパン全体に広げて一度焼き色をつけてください。そうするととても香ばしい仕上がりになります。あとはね、お肉も固まるのでゴロゴロっとした食感になってとても食べ応えのある仕上がりになります。あとはですね、火が通ったら味付けの調味料を加えてしっかり炒めて、そして仕上げてください。トッピングに関しましては、今回ね、アボカド、トマト、そしてレタス、あとはトルティーヤチップス、こちらの4つを入れてます。このトッピングはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はタコライスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。
そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。